これ待って、左右逆じゃない？やばい、左右逆に映しちゃった。皆さん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのクチュリエさんの動物と糸やツールの戯れ、ことはさんの刺繍ブローチの1番、ラビットとボタンを作っていきます。でね、今回これ初めて作るんですけど、このね、動物と、あと手芸に使う道具を動物たちが持ってる図案がすごい可愛いので、これシリーズ化したいと思っております。なので、こちら再生リストを作って概要欄に載せておきますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そして、チャンネル登録やいいね評価、コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。それでは、早速、今回のうさぎちゃんのブローチ作っていこうと思います。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回のね、内容がすごいいっぱいあるんですけど、まずは、こちらの作り方が書かれている紙が1枚と、25番の刺繍糸が赤と白とグレーがそれぞれ1メートルずつ。それからビーズが赤の特徴ビーズが70粒分と黒の特徴ビーズが一応4つ、使う分は4つ分、少し予備があるっぽいですね。それからグレーがこれ丸小ビーズで、これは15粒分、これも予備がありそうですね。それからクリアの特徴ビーズが40粒分、それとメタリック糸がゴールドとシルバーがそれぞれ入ってて、これがベージュのモール糸、ミシン糸が白で、こっちが赤で、こっちが黒、それぞれ入ってて、あとは今回の図案が書かれた刺繍布が1枚と、あとこれは裏側につけるやつかな、裏側につけるブローチピンが1つ、これも多分裏だと思うんだけど、これが合皮が1枚、そしてこれは内側かな、真ん中らへん見えない部分になるのかなと思うんですけど、このフェルトが1枚、そして完成した時に収納する用のこのクチュリエさんとことはさんのコラボのオリジナルの収納箱が入ってました。そしたらまずはこっちの刺繍布に枠をはめて刺繍できるようにしていきたいと思います。そしたらこんな感じで枠にこの布がピンと貼れたので、刺繍をしていきたいと思うんですけど、まず最初は刺繍糸じゃなくて、このね、ミシン用の糸、ミシン糸の白の2本取りにしてあげて、このうさちゃんの輪郭をまずアウトラインステッチで刺していきます。ミシン用の糸なので、特に刺繍用の針じゃなくてもいいかなと思うので、これね、細かいんだけどわかるかな、この Y 字針をタンサックさんからお裾分けでいただいたので、サリーはこの Y 字針を使っていきたいと思います。 Y 字針がない方は普通の手縫い針でいいんじゃないかなと思います。じゃあここの端っこ折って玉結びしてあげたら、まあ特にどこからとは書いてない？あ、書いてある。ここのうさちゃんの耳の付け根のあたりからスタートしてアウトラインステッチでまず輪郭をぐるっと刺していきます。はい、じゃあここまで刺したら一回ここで針を落としてあげて、この目の部分は少し開けてあげます。次このほっぺからまた続きを刺していきます。じゃん、こ
こんな感じでうさちゃんの輪郭が全部アウトラインステッチできました。ここみたいにところどころ一回終わらせたりとか、ここの付け根の部分も一回終わらせてから角の刺し方してあげて、もう一回始めたりとかしてあげながら、全部アウトラインステッチで刺し終わっている形になります。そしたら今白のミシン糸なんですけど、今度はね黒のミシン糸の2本取りに持ち替えてあげて、ここの目の部分、この黒目になる部分をアウトラインステッチで刺していってあげます。裏で留めて糸持ち替えていきます。じゃあ黒のミシン糸に持ち替えたので、この目の部分、ここ外側と内側とラインがあると思うんですけど、この内側の部分をアウトラインステッチでくるっと刺していってあげます。やっぱ刺繍糸と違ってさ、ミシン糸だからか少しね滑りが悪いような気がする。針の問題かな。いつもと比べるとこんな感じで絡まりやすいというか、ちょっと滑りがやっぱり悪い感じがしますけど、ゆっくりやってあげれば問題ないので、焦らずにアウトラインステッチをしていこうと思います。はい、じゃあ片目が刺せたらもう片方も同じように刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでお目目が両方刺せたら、この針を一旦持ち替えてあげます。ただ針だけ持ち替えるのってこれ無理じゃないと思うので、一旦ね終わりにしてからこっちのビーズ用の針に持ち替えたいと思います。はい、そしたら針をビーズ用のものに持ち替えてきました。そしたらビーズ刺繍を軽く入れてあげるんですけど、その時にビーズをこっちの糸に通す前にカラーステッチっていうのを入れてあげるみたいです。返し縫いを一回してあげて、一回返し縫いをした後でビーズを今度は1粒2粒、このお目目なので黒のビーズを2粒取って、よいしょ、この目のラインに縫い付けてあげます。よいしょ、こんな感じ。あれちょっと待って、2粒じゃ多くない？そんなことないこれ綺麗に立ってくれないんだけど、しかもちょっと待って、一回紐緩めよう。紐じゃない、糸緩めて、先にここの1粒目と2粒目の間から出してきて、待って、そうすると糸が引けなくなっちゃうんだけど、よいしょ、引けたけど暴れるな。一応この2粒目だけこうやってもう一回入れてあげて、で落とすって書いてあるんだけど、これでおとなしくならないね。1粒目がおとなしくないから、ちょっと1粒目も一緒に入れるか。ちょっと1粒目のところから出して、1粒目と2粒目入るかな。針が入れば、入った。こうやって通してあげて、でこの目のラインで落としてあげる。さっきよりはマシかなこんな感じ。カメラ通すといい感じかなはい、じゃあ同じようにしてこっち側もまずはカラーステッチを入れてあげるので、1目分、よいしょ、返し縫いを、ちょっと待って、玉になっちゃってる。よいしょ、返し縫いを入れてあげてから、よいしょ、黒のビーズを1粒、1粒2粒取ってあげて、よいしょ、
刺してあげる。なんかすごい縦になっちゃった。これミシン糸でやるのすごい難しいんだけど、こんな感じかな。でさっきみたいにちょっとね、1粒目と2粒目がすごいね暴れるので、1粒目の上らへんから出してきて、1粒目と2粒目もう1回通してあげて、よいしょ。でここで揃えてからもう1回針を落とす。まあまあ綺麗になったかな。こんな感じです。そしたら今度はこっちの口元を刺していくので、メタリックのゴールドの糸を、これ刺繍針じゃなくていいんだ。普通の手縫い針に通して2本取りにしてあげます。よし、じゃあ一旦こっちも終わりにして持ち替えたいと思います。はい、そしたらこのゴールドの糸も折り曲げて2本取りにしてあります。でここまで全部同じような感じですね。全部折り曲げて2本取りにした状態で刺してます。そしたらこの鼻というかお口というかのあたりからなんかすごいビリビリ言ってる、怖いなこう出してきてあげて、まずはここの斜めのラインをストレートステッチで刺してあげる。待って、なんかすごいさビリビリしちゃってるんだけど、ちょっと一旦ここの部分切ろうかな。待って、なんでこんな風になっちゃうの？ちょっと一旦切ろう。怖っ。このねゴールドの糸ってすごい扱い難しいんだよね。なんかこの間タンサクさんもさ、タンサクさんはムーミンキルトでシルバーの糸だったかなですごい苦戦してた気がする。ちょっと待ってでさっきまでのさ、実はミシン糸もさ結構やりにくくって、見て黒いところかなりねすごい裏で大変なことになってたので、少しね肩結びをして、ちょっと待って、なんかまっすぐ真ん中にできない。いや玉結びにしてもいいんだけど、玉結びだとまたほら変にねじれちゃったりとかしても嫌だし、めちゃくちゃ扱いが難しいんですけどなんか普通のさ、なんかミシン糸じゃなくて全部刺繍糸でやりたかった。このゴールドのやつもでもゴールド、刺繍糸でもゴールドは難しいのか、扱いが。よし、こんな感じで絡めて、いや怖いな、いけるかな。鼻かな、鼻のラインから出してきて、よいしょ、今回は大丈夫そうだ。で真ん中までまず刺してあげる。よし、いったね。そしたら次反対、こっちの斜めのラインも刺してあげて、であとはこの真ん中のラインを、待って、同じところから出してきちゃった今。危ない。なんとかなった。ちょっとこすぐらいにしようか。ちょっとこしたあたりにまずここの、ちょっと待って、大丈夫かな。この斜めラインを落としてあげて、そのね少し上のあたりからまっすぐの方のラインの最初を出して、ここにまっすぐ下ろしてきてあげる。こんな感じでいいんじゃないかな。よし。怖かった。逆だったのか。1、2、3ってやればよかったんだ。なるほどね。まあいいか、終わったからとりあえずはい、そしたらゴールドはこれで終わりなのかな。これで終わりだね。そしたら次はまたこの白のミシン糸2本取りで、今度は針をビーズ針にしてあげて、この目の周りに特徴ビーズを縫い付けていってあげます。ビーズ針に持ち替えたら、今度はこっちの見えるかな、クリアのビーズを刺繍していきたいと思います。そしたらこれね、ここの黒目の周りの
ここの部分に刺していくんだけど、なんかね、わざと一つずつビーズの向きをバラバラにしていくみたいなので、一粒刺しで刺していきます。あ、カラーステッチ入れないとダメか。これも一旦カラーステッチを入れてあげるので、よいしょ、返し縫いをよいしょ入れてあげて、ここのビーズを一粒すくって、このビーズの幅に合わせてよいしょ針を落としてあげる。ここら辺かな、こんな感じかな。こんな感じっぽい。そしたら次のビーズを刺す位置からまたよいしょ針持ってきてあげて、でまた一粒だけビーズをこんな風に通してあげて、でまた一粒幅を見計らって針をよいしょ、ちょっと待って、一粒の幅ってどれくらい？これくらいで針を落とす。よし。で、なんでこれ一粒ずつにしてるかっていうと、なんかね、この一粒刺しをした方がというか、ビーズの角度がねバラバラになってた方が光の反射でキラキラしやすいので、こんな感じでバラバラに刺していくみたいです。なんかね、連続刺しだと綺麗にビーズが整列してくれるけど、あえてねそうはしないみたい。よし、じゃあこんな感じでどんどんこうビーズを刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで目の周りが刺せました。そしたら次は今度ね、ここの鼻の部分って言えばいいのかな、ここからここの鼻の周りもうここはね、今刺したのと同じこのクリアの特徴ビーズで刺し埋めていくので、ここからこのね、頭のところから針を出してきてあげて、でこれも一粒刺しでちょっとずつねビーズを傾けながらというか、ビーズの傾きが多少変わるように一粒刺しで刺していきます。で一粒刺しの時にそうこんな風にならないようにって今言おうと思ったんだけど、一粒刺しの時にね注意なのが、同じところから針を出してこないように、今入れたところと同じところから出さないように、少しね隣のところとかから針を出してきてあげて次のビーズをこんな風に通してあげるようにしてください本当に今さ、それを言おうとした矢先にやっちゃってさちょっとびっくり。サリー自身もびっくりです。よし、じゃあこんな感じでどんどん刺し埋めていこうと思います。はい、じゃあこんな感じでクリアのビーズでお花周りが全部刺せました。次はそしたらね、糸はこのままなんだけど、ビーズをこの黒と一緒に入ってたグレーのビーズを使って、このうさちゃんの耳の部分を刺し埋めていきたいと思います。こっちのね、耳の内側じゃなくって外側の部分、この目の近くぐらいまでをビーズで刺し埋めていきたいと思います。よし、じゃあどんどんこっちもやっていこうと思うんですけど、さっきまでのクリアのビーズと違ってちょっとね大きさが少しだけ大きくなってるので、そこだけ注意しながら刺していくといいんじゃないかなと思っております。よし、ちょっとね一粒の間隔が違うからそこだけ注意しつつ、こっちもねキラキラにしていきたいと思います。伝わるかな、この画面上だと。すごいね、肉眼だとねこのビーズ刺してるところがキラキラでもうねすでにだいぶ可愛いんだよね。よし、じゃあこっちの耳もグレーのねビーズでキラキラにしていきます。でちなみにこっち側のお耳はビーズなんだけど、こっち反対側のお耳は普通にね糸で刺繍をしていくので、こっち側はとりあえずやらずに、こっちのね今やってる方を埋めていきたいと思います。
よいしょ。なんかね、目の近くまでビーズで刺してるっぽかったので、ビーズがあるだけ刺してみました。すごいかわいい。伝わる？このキラキラさ。伝わるかななんかね、肉眼の方がもっと透明感があってキラキラして見えて、すごいかわいいです。はい、そしたらその次は、今度はね、刺繍糸に持ち帰るんだ。白の刺繍糸を3本取りに持ち替えてあげて、この手の部分をフレンチナッツステッチ2回巻きで刺していきます。頑張ろうじゃあ刺繍針に持ち替えた方がいいかな。刺繍針で白の刺繍糸3本取りのフレンチナッツステッチ2回巻きでやっていきたいと思います。はい、じゃあ白の刺繍糸3本取りに持ち替えてきました。そしたらこの手の指の部分をフレンチナッツステッチ2回巻きで刺していきます。よいしょ。こんな感じ。綺麗にできたかな。じゃあ他の部分も同じように刺していきます。よし、じゃあこんな感じでお手手の部分が刺せました。なんかすごい可愛いし、やっぱね、刺繍糸だからミシン糸と比べて全然ね、滑りがいいこっちの方がすごい刺しやすかったです。そしたら次はこのお手手の部分を仕上げていくっていう風に書かれてるんですけど、またね、糸を持ち替えないといけないので、先にね、この刺繍糸の白で刺せるところを刺していきたいと思います。ちょっとね、一回終わりにしなきゃいけないんだけど、このボタンの模様というか、このレースみたいな部分を2本取りにしてから刺していきます。で、これはサテンステッチですね。サテンステッチで埋めていきます。じゃあ一回終わりにして1本だけ抜いて刺していこうと思います。はい、じゃあ2本取りに持ち替えたので、このままこのひらひらの部分を刺していきたいと思います。で、これはさっきも言った通りサテンステッチなんですけど、このね、縦方向にこんな感じでサテンステッチを入れていってあげます。ちょっとね、白の布に白の刺繍糸だからちょっと見づらいかもしれないけど、これでどんどん刺していきます。よし、じゃあこんな感じでボタンのこのひらひらの部分が全部刺せました。全部いい感じに刺せたんじゃないでしょうか。ここだけちょっとなんかもう一回やっとこうかな。よいしょ。よし、こんな感じかな。よし、大丈夫だね。そしたらどうしよっか。このボタンを仕上げちゃいたい気持ちもあるな。ボタン仕上げちゃおっか。そしたら今度は赤の刺繍糸の2本取りに持ち替えて、このひらひらの外側のこっちの部分、こっち側の部分をまた同じくサテンステッチで刺し埋めていきたいと思います。はい、そしたら赤の2本取りに持ち替えたので、最初から普通にサテンステッチをするんじゃなくて、最初はこんな感じで少しガイドライン的にステッチをこんな感じで入れてあげて、よし、ざっとこんな感じかな。こんな風にラインが引けたら、これをね目安にしてどんどんサテンステッチをしていきます。はい、じゃあこんな感じでさっき刺した白のこのひらひらの模様の外側の赤い部分も刺し終わりました。そしたら今度はこの中身の部分も刺しちゃって、ボタンの部分を先に完成させてしまいたいと思うんですけど、まずここのボタンホールの部分、この部分はこれね、わかんないんだよね映るかな。このさっきこのね、うさちゃんの鼻とか目元とかで刺した透明のこのビーズを今回はね、連続刺しで2つ分ぐらいかな、2つ分ずつ刺してあげて、でここのホールの部分が刺し終わったら、こっちの赤いビーズでこの中身を、赤の方はね1粒刺しで、また他の部分、この
うさぎの耳とかこの鼻とかの部分と同じようにある程度バラバラな感じで刺していきたいと思います。じゃあまずはこっちの透明な方の連続刺しなんですけど、糸はってことはやっぱそっか、ミシン糸の2本取りで刺していきたいと思います。よし、じゃあこのミシン糸に持ち替えてカラーステッチも入れたので連続刺しをねしたいと思います。多分2粒になってるんだよね、見本は。なのでとりあえず2粒入れて、2粒のこの終わりのところに針を落としてあげる。そしたらこの2粒の間から出してきてあげて、なんか2粒だとゆるそうな感じがするんだけど、もう1粒入るかな。いやでももう一つは厳しいね。そしたら流れでやってしまった。1粒目と2粒目の間から針を出してきて、この2粒目の方だけ通して、でさっきと同じところに落とす。よし、こんな感じ。これが連続刺し。じゃあ反対側も同じようにやっていきます。まず上の端っこのところから出してきてあげて、ビーズを2粒取って、よいしょ。で2粒分のこの端っこに落とす。よし。そしたら1粒目と2粒目のこのちょうど真ん中から針出してきて、2粒目だけをすくってあげて、でもう一回さっきの端っこのところに落とす。よし、こんな感じでこのボタンのホールの部分は刺し終わりました。そしたら今度はね、このミシン糸白じゃなくって赤の方の2本取りに持ち替えてからこっちの赤いビーズやっていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでボタンの部分が全部刺し埋められたら、このボタンより先にやるはずだった刺繍の部分をやっていきたいと思います。テキスト的には先にやるはずだった刺繍をやっていきたいと思います。で、まずはグレーの刺繍糸2本取りに持ち替えて、うさぎちゃんのこの手とあと耳のこの中身というか内側の部分以外のところをサテンステッチで刺し埋めていきたいと思います。なのでまた結構ね、今回針と糸の持ち替えが多いんだけど、それだけねたくさんいろんなビーズ使ったりとかいろんな色の刺繍糸使ったりしてるので、結構ね出来上がりが楽しみな感じになっております。はい、じゃあグレーの刺繍糸で刺繍するところをサクサクっとやっていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでグレーの刺繍の部分が刺し終わったら、今度はねこれ初めて使うんだけど、このモール糸を1本取りでこの耳の中身とか、あとこの手の部分刺し埋めていきます。でこれ多分普通の刺繍糸とかじゃ入らないと思うので、どうしようかな。サリーはリボン刺繍のやつとか刺し子糸とかそこら辺を使っていきたいと思います。じゃあ持ち替えてきます。はい、じゃあ結局ねクロスステッチ用の針に通してみました。そしたらまずこっちの耳のところから刺していこうかな。耳のところはこの頂点のあたりから出してきてあげて、でなんかねここを刺し埋めるような形でちょっとね斜めに1回、よいしょ、ここの頂点から
斜めに一回刺してあげます。そしたらこっちの耳の外側の方が少し開いちゃうので、よいしょ、さっき出したところと少しずらして刺してきてあげて、これは外側の方に少し沿わせるような形で一回針を落としてあげる。こんな感じ。それを少しずつ同じような感じで、まずはこの内側って言えばいいのかな、この耳、この図案がない側、外側に向かって、もう少しかな、こっちかなで刺してあげる。そしたらさっき出したところから少しずれたところから出して、このビーズ側に向かってまたよいしょ、針を落とす。もう一回ぐらいかな、ここら辺から出してきてあげて、でこの最後あたりまでよいしょ刺す。こんな感じ。あ、すごい、結構ねモフモフになってすごい可愛くなってます。わかる？すごいね、いい感じ。はい、じゃあここまで刺したら、こっち側反対側も同じように刺していきたいと思います。よし、じゃあ反対側も同じように刺せたら、次この手の部分刺していきたいと思います。手の部分はここのさっきフレンチナッツしたところが完全に隠れないように、ここがね指のところになるので、隠れない程度にこう横向きのサテンステッチをしてあげて、ここの線隠れる方が可愛いかも。一番最初によいしょ、ミシン糸でアウトラインステッチしたところ、隠れた方が多分ね可愛い。こんな感じ。こっちの方が可愛いね。でちょっと隠れるように少し外側から出してきてあげて、なんかこれさ、布に通すたんびにすごい毛が舞っちゃうからさ、あんまりきつくやらないようにしてるけど、結構ね厳しいかも。よいしょ。はい、こんな感じ。すごいなんか毛だらけになっちゃったけど、刺繍の部分が全部終わりました。そしたらこれをブローチに仕立てていくので、この今刺したこの図案の5ミリ外側でカットしていきたいと思います。緊張するはい、そしたら切っていこうと思うんですけど、これなんとなくでいいのかな、書いた方がいい？とりあえずちょっとこれ布が大きすぎるから、まずはちょっとねこれに合わせて少し切ってしまおうかなと思います。まずはね、とりあえずちょっと扱いやすい大きさにこんな感じで切ってあげて、いやなんかこれなんとなくでいける気がする5ミリでしょ。刺繍部分を切らないように注意しながら、あんまり縫い代が小さくなりすぎないように。こんなもんかな。ちょっとここもちょっと切って、こんな感じかな。はい、じゃあこんな感じで切ってあげたら、今度はこのね刺繍の部分を切らないようにギリギリのところまでこんな感じで切り込みを何箇所か入れてあげたいと思います。何箇所かっていうか、結構ねほぼほぼ全部こんな感じで切り込みを入れてってあげます。はい、じゃあこんな感じで糸を切らないように、でもギリギリまでぐるーっと
切れ込みが入れられました。そしたら、こっちに載ってるこの型紙を切って、こっちは合皮に、こっちはフェルトに書き写して切っていきたいと思います。そしたらフェルトと合皮の分カットができました。そしたらこの合皮の方にこのピンブローチになる金具をつけていきます。ブローチピンかな、これをつけていきます。だいたいどこがいいかな、ここら辺じゃないと貼り付けられないかな。この辺りでこの開く方が、これね、開く方が左向き、針が左向きになるように縫い付けてあげます。よいしょ。で、縫い付けるのはぶっちゃけどの糸でもいいのかなって思うんですけど、一応ミシン糸2本取りって書いてあるので、それでやっていきたいと思います。そしたら、だいたい位置を決めてあげて、そこのあたりから針を出してきてあげて、でこのブローチピンの金具を通してあげたら、固定するように、上下でこれをよいしょ、穴の上にまず1回で、この穴からもう1回出してきてあげて、今度はこの穴の下側、ちょっとね今逆向きになっちゃってるんだけど、今穴の上に1回刺してて、次は穴の下の方に1回刺してあげる。こんな感じ。これで片方が固定できたので、次もう片方ちょっと仮止めをしていきたいと思います。もう片方も穴から出してきて、で上から行こうかな、さっきと同じ順番で。ちょっと位置をここで調整してあげてから、まっすぐになるように調整してから、上に1回で、また穴から出してきて、で下に1回、よいしょ、こんな感じで、これだとまだ全然グラグラするので、それぞれ3回ぐらいずつ穴から出して、上だったり下だったりをそれぞれ3回ずつぐらい刺して、このブローチピンが動かないように固定していきます。はい、じゃあこんな感じで結局ね4回ずつぐらい刺しておきました。そしたらね、さっきのこっちでやり忘れたことが一つあったので、こっちやっていきます。ちょっとね裏がすごいことになってるんだけど、これを裏に向けてあげて、手芸用のこの裁縫上手とか、こういうボンドでこのさっき切ったこの縫い代部分を折り曲げて固定させていきたいと思います。なのでね、ちょっとここに少し縫って折り曲げる、少し縫って折り曲げる、こんな感じで全部このね縫い代が見えないように折って貼っていきたいと思います。ちょっとここら辺の糸の始末が不安だけど、これもね表に見えないようになんとかやっていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで縫い代じゃないか、のり代の部分が全部折りたためました。でここのモール糸とか、この耳のところね使ってるところは結構ね戻ってきちゃったりするので、こういう
こういうクリップを挟んで、で、折り癖をつけてあげて、のり付けしてるような感じになっています。はい。じゃあ、ここまでできたら、いよいよ、これを合体させていきたいと思います。そしたら、合皮、フェルト、刺繍の順番で重ねていって、メタリックの、今度はシルバーの、こっちの糸でブランケットステッチをしてくっつけていくんですけど、多分ね、これ重ねただけだと、すごいやりづらいと思うので、サリーはね、一回これ、こっちの裁縫上手で仮止めしちゃいたいと思います。多分その方がずれたりしないから刺しやすいと思うんだよね。こんな感じで全体的に裁縫上手を塗ってあげて、全体的に塗れたら向き確認しながらこれを貼ってあげる。こんなもんかな。はい、こんな感じで貼ってあげます。そしたら次、これあれなんだね、少し大きい感じになってるんだね。そしたらこれも、これ待って、左右逆じゃないやばい、左右逆に写しちゃった。まあいいかなんとかなるかな。逆にこれで貼って、ちょっとこの余分な部分は少し切ってからブランケットステッチをやった方がいいかな。そんなことないか。大丈夫かな。まあまあなんとかなるでしょうということで、そしたらもう一回フェルトのところに裁縫上手を塗ってあげて、広げて、耳の端っこまでしっかりボンドが来るように広げてあげて、でこれを金具の向きに気をつけて貼ってあげる。よしやっぱりちょっと違うよねまあなんとかなるかな。少しだけ切っちゃう。でもこの厚さでこうなんとかくっつくかな。ちょっと耳の部分だけ余分なところ切っちゃおうかやばい、左右間違えてると思わなかったな。あれか、サリーね、裏面にして写したんだけど、この合皮の裏面にこう写したんだけど、裏面にしたらこっちも裏にして写さなきゃいけなかったのか。ミスっちゃった。ちょっとだけ余分な部分を切ろうかな。そしたら多分ここら辺少し余分だと思うんだよいしょ。耳とかも少しだけね、ちょっと微調整を入れて、これでなんとかなるんじゃないだろうか。はい、じゃあそしたらいよいよブランケットステッチをやっていきたいと思います。で、ブランケットスケッチをやるこのシルバーの糸は2本取りでやっていきたいと思います。多分ね、ゴールドと同じようにすごい刺しづらいと思うので気をつけてやっていかなきゃいけないかな。あんまり強く引っ張ったりしすぎないように注意しながらやっていきたいと思います。はい、そしたらシルバーの糸を2本取りに持ち替えてきました。針はね、一応普通の手縫い針にしています。Y 字だけど Y のところにやっちゃうとなんかね、ビリビリってなりそうだから、下の穴のところに入れてあります。よし、緊張するじゃあブランケットステッチなので、まずはここの縫い代のところを一回無視して、この合皮のところに針を刺してあげる。こんな感じかな。ちょっと玉留めの余計な部分はギリギリで切っておこう。よいしょ。よし、こんな感じ。
そしたら次こっちから出してきたんだけど、今度刺繍の方から刺繍と合皮と両方刺してあげて、よいしょ。こうすると1回分ここに見えるかな、こんな感じで糸が引っかかります。そしたらここからが本番だね。そしたら次また同じように2枚一緒に針を、よいしょ、全然くっついてないな針を刺してあげて、でこの針に糸を引っ掛けてあげるんだけど、こっちの向きかな、この向きでいいのかな、こうなってて、こっち、いやこっちじゃ意味ないよね、こっちかな。この外側、針の外側に糸引っ掛けて抜いてあげればいいのかな。ちょっとサリーもブランケットステッチが初めてだからちょっとねドキドキしながら今やっております。あ、待って、引っかかっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、このねシルバーが本当に細いしすぐ引っかかるし滑り悪いしで、こうか、あ、できてるかな、できてるっぽいような気もする。あ、できてるね、ちゃんとこんな感じで引っかかってれば正解みたい。じゃあ同じようにどんどんやっていきます。よし、同じ感覚でまた次の目に刺してあげる。その時に刺繍とこの合皮両方とも刺してあげて、で糸をこっちに引っ掛ける。この糸に引っ掛けるようにしてあげて、で針を抜いてあげる。なんかすごい引っかかってるな。無理やり引っ張るとビリビリになっちゃいそうだし。よいしょ、なんとかできた。こんな感じだね。シルバーすごい難しい普通の刺繍糸でもよかったないやでもシルバーの方が絶対可愛くなると信じてどんどん刺していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで最後までブランケットステッチができたら、最後隣のこの目のところに絡めてから、ここで玉留めしてあげて、でちょっと近くから入れて、近いところから入れて、で遠くによいしょ出す。で結び目を中に入れてあげたら、少しね引っ張ってこの糸の部分を切ってあげます。よし、もうねすごい絡まって大変だったけど、これで全部ブランケットステッチができましたなんとかなったじゃん、動物と糸やツールの戯れ、ことはさんの刺繍ブローチ完成しました。よかったちょっとね正直一時はどうなることかと思いましたが、なんとか完成できました。で、特に難しかったのがこのねゴールドの糸とか、あとこっちの裏側のこのシルバーの糸が本当に絡まりやすくって、特にシルバーはねゴールドよりも刺すところが多いので、本当にこれはかなり途中引っかかりまくって大変でした。なんか糸出てるね。これ切っちゃおうか。ちょっとこの黒いのだけ切りたい。よいしょ。よし。でさ、今さ、この見本と見比べたから思ったんだけど、このさ、一番最初に刺した
アウトラインステッチの部分さ、この上までしっかり刺しちゃった方が良かったんだね。サリーはその内側になるように刺しちゃったけど、ちょっとね、次回以降刺すときはちゃんと隠れるように刺したいと思います。だったらこれいらなくない？最初のやつ。そんな気がしてしまうんだけど。まあ、いいか。で、とりあえずこのシルバーとかゴールドの部分が難しくて、シルバーの方は、でも糸がちょっと長いと思うので、元々の長さの半分ぐらいでもいいかなと思います。むしろ長すぎちゃうと、サリーね、一回ここら辺で絡まりすぎちゃって一回切ったんだけど、なんかすんごい絡まっちゃうというか、そのねじれみたいなのを取ってもどんどんねじれてきちゃって、取り返しのつかないことになったりするので、なるべくこのゴールドとかシルバーの糸は短めに持って作業した方がやりやすいかなと思いますし、あとこのビーズのところなんかは結構ね、向きをわざと変えたりしているので、ちょっとね、そこを考えたりするところが難しかったりはするんですけど、でもね、こうやって見ると、なんで傾きをね、わざわざ変えたのかっていうところとかがわかるというか、なんかここ、シルバーの糸がこっちに来てしまってる。どこで引っかかったんだろう。まあいいか。ここもキラキラだから、そんなに目立たないし、いいか。ちょっとね、やっぱ初めてなので、ああすればよかった、こうすればよかったみたいなところは、ね、どんどん出てきちゃうし、ここのね、裏の、左右間違って写してしまったのとかは、もう、次回以降の反省点かなと思っております。じゃん。でも、とりあえずうまくいったからよかった。あ、そう、あとね、この写して切ったところ、特にこの合皮の部分なんですけど、ここの部分見るとわかるんですが、できるだけチャコペンよりも内側を切ってあげないといけないかなと思いました。なのでね、こっち側とかはね、できるだけちょっと切ってあげました。ギリギリになるように。その方が結構綺麗な感じに仕上がるかなと思います。はい、じゃあこんな感じで、これからもこの手芸の、ボタンだったりとか、多分針とかもあるんじゃないかな、今後。糸巻きとかね。そういう手芸用のツールと動物のコラボのこのブローチすごい可愛いので、今後もシリーズ化していこうと思いますので、概要欄に再生リストを作って貼っておきますので、そちらもよろしくお願いします。はい。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーのみんなとおしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながら、みんなで手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。それではまた次回のこちらの刺繍ブローチの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。See you. バイバイ。